どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい。今日もね、ゲストの木村さんといろいろ話していきたいんですけど、今日のトピックはニュージーランド。はい。うん。この前ね、木村がニュージーランドに行ったって、聞いたからね、今日はそれについていろいろ木村に聞いていきたいと思います。はい。で、まず聞きたいのは、なんでニュージーうん。ランド行ったの？ニュージーランドに行ったのは出張が目的だあ、ね。うん。なるほどね。仕事で行ったのね。そう、仕事。で、ニュージーランドの第一印象はどんな感じだった？まず、うん。第一印象、もう本当の空港着いた直後の第一印象なんだけど、うん。あの、スーツケースが出てくるのがめっちゃうん。早くて、もあ、うそこでそう。歓喜した。うんそう。うんうん。すっごいスムーズでいいなと思って。それが本当の第一印象だけど、まあそれ以外うんは、まあ今オーストラリア住んでるんで、まあうん。オーストラリアっぽいな、みたいな。雰囲気あ、はそう似てるな。なんだ。うん。うん、やっぱり隣同士の国だからね、結構似てるところがあるんだね。そうね。うん。そうね。うん。例えばさ、どんなことが似てるなって思った？まあ看板の色とか、あ表記の仕方とかさ、あー、まあ似たような、イギリスの地名だったりとかがこう使われてたりとかもあるし、うん、うん、うん。うん、自然に溢れてるところとかうん。が似てるな、みたいな。なるほどね。じゃあ、なんとなくこの街の中を歩いてたら、オーストラリアの他の街に来たのかな、みたいな感覚になるぐらい似てる。なるぐらい似てるね。一つの街とも言われても信うん。じちゃうかな、ぐらい。なるほどね。面白いね、それね。うん。へえ。人とかはさ、なんだろう、性格とか雰囲気とか、そういうのもさ、似てるの、オーストラリアと。うん、雰囲気ね、こっちのオーストラリア人のおじちゃんと話してるような感じの雰囲気はあったけど、アクセうん。ントが、まあ、多少違うとこあ、ろはそうなんだね。感じたな。うあ、ん。そうなんだ。結構ね、ニュージーランドとオーストラリアのアクセントは似てるのかななんて思ってたけど、やっぱりちょっと違いがあるんだね。ちょっと違うね。あ、ちょっへえ、とでそうなんだ。結構違うかな。うん。あ、そうなんだ。来てみて気づいたみうん。たいな。あんまりオーストラリアにいるうちは気づかなかったアクセントの違いにうんうん。改めて気づいたかな。なるほどね。やっぱりキメラオーストラリアが長いから、そこまで長く住むと違いがわかるんだね。そうね。よあうやくって感じ。あ、あ、ようやくね。やっぱりね、俺らみたいようやく。に日本人でね、英語を勉強してる人からしてみれば同じように聞こえるけど、やっぱり長く住んだら違いがちょっとずつわかるんだね。そうね。だからそれうん。がまあ、日本語を勉強してる人たちにとってもさ、うん。どこのエリアの出身の人かなっていうのを探るのって結構難しいと思うけどさ、確かに。やっぱ長くいればいるだけそういう感覚もつかめてくると思うよね。うんうん。そうだよね。やっぱりうん。住んで聞いてないとわかんないっていうか、なんだろう、俺もさ、日本人で日本語ずっと聞いてるけど、じゃあ、京都の人の関西弁と大阪の人の関西弁どのぐらい違うんだろうとか、あとは兵庫と大阪どんぐらい違うんだろうとか、あんまりわかんないけど、多分住んだらわかるんだろうね。住んだらなんとなくわかるだろうね。うん。なるほどね。面白いね、それね。あとは、どうなんだろう。あんまりさ、イメージがないんだけど、ニュージーランドのご飯、ニュージーランド料理ってあんの？ニュージーランドご飯は、うん。いや、俺はちょっとあんまり一週間じゃ、うん。一週間の滞在ではね、判別できなかったね。これが確実にニュージーランドご飯かって言えるものはあなかった。まあ、美味しいのはいっぱい食べたあ、よ。うん。あ、そう。けど別にニュージーランドの料理かって言われたら、そうじゃないかもしれないみたいな。うん、そうね。もう完全に、イギリスの文化をこう受け継いでというあか、パブ飯、あ、パブのうんうん、うんで食べられるものとか、パイとうん、かさ、ビーフパイうん、とか、
は、美味しかったし、あとは、オークランドではね、うん。牡蠣生うん。牡蠣と、あとムール貝のをいっうん。ぱい食べた。なんか有名あなパブに行って食べて、美味しかったよ。あ、なるほどね。ニュージーランドの、食べ物って言っていいのかわかんないけど、聞いたことある食べ物は、なんかマヌカハニーとか聞いたことあるけど、これってニュージーランドだよね、確か。マヌカハニーはでもこれオーストラリアもじゃない？オーストラリアでも全違うの？然ある。うん。あ、そうなんだ。いや、わかんないけど、確かニュージーランドだったと思うけど、キメラはどっちにしろ買えるからあんまり特別感はないか。特別さ、でもお土産屋さん行ったらどこでも売ってたね、蜂蜜。うん。あ、やっぱり名産なんだね。売ってた。売ってたね。うん。うんうん。なんか、ニュージーランドお土産とかは買ったの？まあなんかちょっとした冷蔵庫に貼るマグネットとかみたいなのあったかな。まあ仕事できたし、そんなに荷物も、入るスペースなかったから、あんま買わなかまあ確かに。ったけど、あうんうん。とはなんか、まあ近いし、また来れるかな、みたいな。仕事でまた来る可能ああ、性もあるから、そんなにうんうん。ね、もうこれっきり、これ一回で戻ってこないんだったら、なんかいろいろ買いたいなと思ったけど、戻ってくることを前うんうん。提にあんま買わなかった。で、観光みたいなこともさ、できたちょっとは。反抗できたよ。まあ実際仕事してたのは月曜から金曜までで、うん。俺が到着したのは、土うん。曜の、じゃあ日曜か。日曜のもう午前中に到着して、うん。で、まあだからその日曜の半日と、あとは金曜日が終わった次の日ね、土曜日も夜便の飛行機で首都に帰ったから、もうほぼ丸一うん。日観光とかできたよ。あ、いいね。どこ行ったの？マウントイーデンっていうね、うん。ちょっとまあ、オークランドの、都心部から、もう車で2、30分ぐらいのところにあるんだけど、ちょっとうん。したなんか山っていうか丘、うん。もともとは活火山だったところがもう閉まって、うんうん。うん。もう今人がこう、登って、なんかハイキングとかできるような感じになってるんだけど、そこからへえ。のね、景色がものすごい綺麗だったし、あ、いいね。え、上からなんか、おすすめ。そのオークランドの街並みとかも見れるの？見れる。それがまあ、もう一番結構綺麗に見えるところで、いいね。それもいいね。良かったし、あとうん。は、オールブラックスの、うんうん。オールブラックス知らない人いるかもしれないけどさ、オースうん。トラリアのラグビー、代表。あ、ニュージーランドのね。オーストラリア、ごめん、ニュージーランド。うん。ニュージーランドの、そう、ラグビー代表、オールブラックスだけど、うん。オーストラリア代表はワラビースだね。そうね。うん。そう、はい。で、オールブラックスの、まあ、なんて言うんだろう、あれはミュージアムっていうか、へえ、そうなんだ。うん、ある建物の、まあ、1フロアが、こう、ニュージーラうん。ンドのそのオールブラックスの優うん。勝トロフィーとか、ワールドカップ優うんうん。勝したトロフィーとか、有名な選手のユニフォームとか、こう、展示されてるところがあって、ロうん。ッカールームみたいなところに、あ、案内させらすごいね。れて、そううん。そうそうそう、その雰囲気味わったりとか、で、そうん。のロッカールーム出た後に今度、実際にハカを、うん。まあ、録画なんだけどさ、うん。ハカを、その実際の代表がやってるハカをこう目の前で見れるような、すっごい大きいスクリーンがあって、そこの前に立たされうん。て、そのハカをもう聞いて、そこの迫力は半端なかった。すごいね。やっぱりラグビーファンからしたら、一度はやっぱりそれ体験してみたいからね。うん。うんうんそうそうそう。うん。いや、いいな、羨ましいな。それ絶対楽しいでしょあれはもう絶対行った方がいいよ。ラグビう。ー知らうんうん。なくても、ちょっと、まあ、ハカぐらいは多分聞いたことあると思うし、そうね。うん。うん。それでね、実は、あの、男の代表と女の代表、どっちも、そのうんうん。どっちの代表のハカも見れるんだけど、あ、そうなんだ。実はね、そう、うん。実は俺は、その、女子代表の方うん。のハカの方がすごい怖かったというか、あ、迫本当に。力があったなって思って、あ、すうん、ごいね。おいやー、すすめよ。ラグビーね、女子も男子もどっちも強いからね。どっちも迫力ありそうだね。こっちも迫力あった。いや、行ってみたいな。おすすめですよ。まあ、ちょうん。っと2週間休み取ってもらって、1週間オーストラリアうん。で、もう1週はニュージーランドみたいなこともでうんうん。きるじゃん。
確かに確かに。そしたら俺もね、ニュージーランドとオーストラリアの違いをもっとわかるだろうしね。うん。そうそううんうそうそう。ん。いいね。まあ今日はね、こんな感じでいろいろニュージーランドに聞いてみたんだけど、やっぱり、元からね、俺ラグビー好きだから、ニュージーランドはいいなって思ってたんだけど、今日話してみて、やっぱりね、ニュージーランド行ってみたいなって思った。うん。ぜひ、お待ちしてはい。ますんで。はい、ぜひぜひ。はい。ということで今日はニュージーランドについて話してみました。皆さんはニュージーランドに行ったことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。